こんにちは、斉藤直樹です。今回は、とある方のポートフォリオを紹介させていただきます。質問来ております。20代6号さんからの質問です。斉藤先生、こんにちは。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。高校の美術の尊敬する人という課題で、斉藤先生を書いたほどです。はい、ありがとうございます。私は今、悩んでいることがあります。今後の人生についてです。私はゲームが大好きで、いつかゲームに出てくるキャラクターのイラストを描きたいと、専門学校に行きました。入学当初は、好評で褒められることが多く、自分は絶対にゲーム会社に入社できる、と調子に乗っていたのですが、就活がなかなかうまくいかず、卒業間近で休学をすることに決めました。ですが、休学をして2ヶ月後に、ポートフォリオ掲載サイトで、とある企業様から業務委託でお仕事をいただけるようになりました。自分が目指していたジャンルの仕事ではなかったのですが、絵の仕事がもらえたという初めての経験だったので、とても嬉しく、現在も楽しく続けています。ここまで聞いていただけると、うまくいってよかったじゃん、と思われるかもしれませんが、一つ問題があります。完全在宅で、昼夜逆転の超引きこもりになってしまったことです。学生の時はアルバイトも掛け持ちしていて、家にいる時間が少ないくらいだったのですが、今は友人と遊ぶ予定がある日しか外出をしません。ご飯も Uber Eats を使いまくっています。業務委託なので、正直いつ首を切られるかわからない状態で、こんなにダメ人間になってしまい不安しかありません。なんとか規則正しい生活をと何度も挑戦しているのですが、この1年間で成功した試しがありません。家から出なくてもなんとか生きていけるという成功体験が私をダメにしているんだと思います。20代前半でこんなことになってしまい、この先の人生がとても不安です。そこで斉藤先生に質問です。自分の意思で規則正しい生活を送れない人間は、就職をして無理やりにでも毎日出社をした方がいいのでしょうか？長くて読みづらい文章を失礼しました。これからも斉藤先生を応援しております。とのことで、こちらがポートフォリオになります。もしお時間があれば、今の私に必要なスキルなど教えていただければ嬉しいです。欲張りです。すいません。ということで、はい、6号さん、ご質問ありがとうございます。絵で仕事を得たはいいんだけど、昼夜逆転して引きこもりになってしまって悩んでいるっていうことなんですね。で、まあそれは後で答えることにして、このね、最後に添付してくださったポートフォリオがとても素晴らしかったので、まずはそれを紹介させていただければと思います。この動画を見ていただければ、仕事を振る側の人間が、どんなところを見て、その人に仕事をお願いしようと思うのか、その着眼点を知っていただけて、で、自分がいざ仕事をしようとした時に、どういう部分に気をつければいいのか、ご自分の売り込みの参考にしていただけると思います。それでは早速行ってみましょう。仕事がもらえる人の特徴。はい、6号さんのポートフォリオ。それがこちらですね。はい。まず、タイトルがあって、次にめくると目次があります。でも、この時点でね、とても素晴らしいです。バストアップイラスト、等身イラスト、SD イラスト、ライブ 2D、デッサン、質感表現、背景、ゲーム、二次創作と、結構ね、網羅的に色々できるっていうのがこの時点でわかりますよね。で、ポートフォリオを見る人は、日々大量にね、ポートフォリオを見るので、絵を見る時間が限られています。なので、目次である程度、どんな作品があるのかを、このようにね、把握できると有利ですね。で、しかもこう、文字だけじゃなくて、横にサムネイルのような絵もついているので、ここである程度、絵の実力も分かっちゃいます。こういうね、見る人の配慮ができている人って、実はね、かなり珍しいです。ポートフォリオを見る人は、もうここだけ見ただけでも、あ、この人独りよがりじゃなくて、ちゃんと見る人のことまで考えて、情報をデザインできる人なんだな、っていうことが読み取れてしまいます。もうね、この時点で有利不利が決まっちゃうんですよね。はい、そして次にプロフィール。はい、ここはね、まあ、そんなにじっくり見るところではないと思いますが、まあでもね、高校から専門学校の時に飲食店でアルバイト、シフトマネージャーまでやったってことなので、まあ、責任能力も高そうですし、コミュニケーション能力も高そうだと思いました。まあ、意外かもしれませんが、イラストレーターって実はコミュニケーションスキル、結構求められる職業です。あ、まあ、コミュニケーションスキルって言ってもね、ウェーイみたいな、なんかそういうテンション高めで盛り上がるとかそういうスキルではないですね。イラストレーターとかデザイナーって、要するに絵や図形を使って情報を人に伝える仕事ですから、こういう絵を見せたら、この人はこういう気分になるだろうとか、この情報をどういう順番で見せたら人に理解してもらえるのか、みたいなことに心を砕かなければいけません。それができているかどうかはかなり重要なポイントなので、ポートフォリオを見る側は、そういうところまで見ていると思った方がいいと思います。はい。次のページ。多分このあたりがご本人の一押し作品なんだと思います。はい。次の作品もそうですね。このポートフォリオの中のキラーコンテンツだと言ってもいいでしょうか。はい。次の作品もね、小さいですが、これも同じように一枚絵の作品が続いていますね。
お誕生日のイラスト、オリジナルキャラのイラスト、クリスマスのイラストといったような内容が続きます。はい、6号さんだけではなくて、多くの人は最初にこう、ドーンと、こういう見栄えがするイラストを持ってくると思います。これはね、セオリーなんですね。ただ、一点勘違いしてほしくないのは、見栄えがいいからといって、どんな絵でも最初に持ってくればいいっていうわけじゃないことです。ここで重要なのは、自分のどんなポイントを相手に売り込むかってことです。実際僕はですね、この絵を見て、すごくいいな。この人に仕事を振りたいなって思いました。ですがですね、おそらく、6号さんが欲しい仕事と、僕が6号さんに仕事を振りたいなと思った仕事では、若干差があるんじゃないかなと思いました。6号さんは、キャラクターイラストを前面に出すことで、私にキャラクターデザインの仕事をください。こういうスチール絵の仕事ください。といった気持ちで、この絵を配置したんじゃないかと想像するんですが、僕がいいなって思ったポイントはどちらかというと、6号さんの絵から滲み出ている生真面目さと、あと作業の速さですね。例えばね、ここ見てほしいんですけど、このね、手の関節をものすごくしっかり描かれていて、手にね、説得力がある部分とか、あとはね、この服の模様もごまかさずに、しっかりと描き切りつつ、でもただ配置するだけだと、模様が浮きますから、目立たせる部分と馴染ませる部分、しっかりと色に差をつけつつ、絵に溶け込ませようとしているところとか、あとはテーブルの上のせいろとか、背景の窓枠とかまで全部きっちりと描いていますよね。こういうところからね、この人はしっかりと細部まで気を配ってくれそうだなっていうところで、僕はキャラデザ以外の仕事もこの人にお願いしたいなという気持ちになりました。あとですね、なんといっても作業時間がかなり早いです。皆さん気づいたかどうかわかりませんが、作品ごとにちゃんと制作時間も書かれていて素晴らしいです。でね、僕はその速さにびっくりしました。今見た絵はですね、制作時間なんと大体全部5、6時間前後。これね、結構すごいと思います。おそらくね、絵を描かない人にとって5、6時間って結構長いように感じてしまうかもしれませんが、このぐらいの絵で制作時間5、6時間っていうのは、これはね、驚異的な速さだと思いました。いや、めっちゃ速いですね。はい。そして次に行きましょう。はい。この絵も素晴らしくて、キャラクターが魅力的なのはもとより、僕がいいなって思ったのは、6号さんのデザイン力とその安定感ですね。イラストをね、パッと1枚出すだけだったら、結構誰にでもできると思うんですが、6号さんの素晴らしさは、そのイラストをちゃんと見栄えがするように、デザインによってフィニッシュまでちゃんと持っていく能力です。同系色で全体をまとめつつも、単調にならないように、白いラインアートで装飾をつけて、見栄えのするデザインに持っていく力。この力はね、仕事でかなり役立つそうだなと思いました。で、次、アクリルスタンドの絵があって、で、はい、SD イラストもありますね。SD イラストの需要最近かなりあるので、こういった低等身キャラを可愛く描けるのもすごく強みになると思います。はい。さらに採用したくなりますね。そしてちゃんと季節ごとのデザインに落とし込んでいく気配り。はい。さすがシフトマネージャーにまで上り詰めた人の気配りです。素晴らしい。かと思えば次のページ。この方ね、ライブ 2D のモデリングもできるんですね。ライブ 2D は動きが大事だと思うので、このポートフォリオ上では動きの出来までは確認することができませんが、いろいろなことにチャレンジして自分に取り入れていく前向きさが、ここでも見て取れると思います。ここまでのページでね、6号さんの生真面目さや、しっかりとした絵作りが伝わってきますので、おそらくライブ 2D もしっかりとしたクオリティを出しているんだろうなってなんか期待させられちゃいますよね。で、鉛筆デッサンがあります。鉛筆デッサンってね、なんで入れるんでしょうね。なんか絶対入っているんですが、あんまりね、デッサンで判断する人はいないんじゃないかと思うんですが、なぜか絶対に入れた方がいいとされています。ある種の安心材料なのかもしれませんね。ただね、デッサンは、うまくはありませんが、でもしっかりと取り組んできたんだなっていう努力は見て取れます。いやー、でですね、僕がやっぱりこの人好きだなって思うのは、ここからのページなんですよね。っていうかね、自分がゲーム会社とか制作会社やっていたら、この人採用したいと思いました。はい、見てください。いや、なんかこんなさ、質感表現の練習とか、背景の練習とか、いや、正直ね、別にそんなに上手くないんですよ。この背景とかもね。だけどね、上手くないなりに、めっちゃしっかり最後まで描き切ろうとする一生懸命さが、どの絵からも伝わってくるんですよね。絵を通してね、僕ちょっとこの人好きになっちゃいました。そしてゲームのモブキャラ。いや、マジでね、これ、本当に好き。どのキャラもメインキャラというよりかはモブキャラなんですが、いや、モブキャラ結構上手いですよね。絶対こういうキャラいないと、どのコンテンツも成立しませんから、こんな風にしっかりと細部まで描き上げてくれる6号さんのような人、必要不可欠な存在です。はい。プレイ画面のクオリティもめっちゃ高いですね。いやー、やっぱりこの人好きだわ。
でね、ここまで見てきて分かったと思うんですが、ポートフォリオを通して自分のことを好きになってもらったらもう勝ちです。僕が見ていたポイントって、もしかしたら6号さんにとっては不本意なポイントだったのかもしれませんが、僕はね、6号さんのポートフォリオを見て、絵がめちゃくちゃ上手いところというよりかは、この人すごく幅広いことにチャレンジしているのに、一個一個雑にせずに、最後まで丁寧に仕上げようとしているな。それにデザインや情報伝達もしっかりされていて、コミュニケーション力が高そうな人だな。っていうところを見てね、いや僕が会社の採用担当だったら、迷わずデザイナーとして採用したい人だな、と思いました。はい。次もね、二次創作もいくつか掲載されていて、絵柄合わせとかもできそうですよね。はい。ここで終了と。素晴らしい。見応えのあるポートフォリオ、本当にありがとうございます。絵師を目指すやり方は2種類ある。でですね、今まで見てきて、ちょっと意外に思った人もいると思うんです。斉藤さん、正直に言って、今紹介されていた6号さんって、ちょっと地味じゃないですか？なんかもっとこう、絵にバキバキに個性があって、この人にしか表現できない、この人ならではっていう絵を描かれる人ってもっとたくさんいると思うんだけど、僕はちょっと納得いかないっすね。って思ってる人。はい。でもはっきり言っていいですか？それ完全に間違ってますよ。いや、個性ってですね、必ずしも、そんなね、表面的なことじゃないんですよ。確かにね、絵柄の系統的には、6号さん、そんなに個性は強い方じゃないと思います。むしろ幅広く何でもやられてこられたからこそ、どちらかというと没個性的にも見えるかもしれません。ただね、これに関して僕が言いたいのは、絵師を目指す人は大きく2種類あってですね、一つは、確かに、その人ならではの独特なイラストを描いて、で、超有名絵師になる。みたいな方向性も確かにあるんですが、でもね、もう一方の道として確実にあるのが、そこまで個性は強くないからこその、みんなに受け入れられやすい絵を仕上げて、それを安定的に、かつ着実にフィニッシュまで仕上げていくっていう、どちらかというとデザイナー的な方向性です。ちょっとね、これは6号さん本人として、これを言われて嬉しいのかどうかはわかりませんが、僕はね、そういう方向性もちゃんと認められるべきだと思うんですよね。それに個性で言うなら、6号さんは十分に個性的です。だってね、僕が見てきたポートフォリオの中で、こんなにムラっ気がない人、かなり珍しいです。みんなね、何かしらの不得意があって、で、それを無理やりポートフォリオに収めようとするので、ちょっとこのページは見ないでくださいねっていう、こういっちゃなんですが、あんまりクオリティが高くないページ、必ずどっかあるはずなんですよ。でも6号さんのポートフォリオは、最後までしっかりまとめられていて、そこにね、僕は6号さんの凄みを感じました。なんていうか、作品一つ一つを見てほしいっていうよりも、このポートフォリオ全体として、ちゃんといいものにするぞっていう、そういうディレクション能力を感じたんですね。当の6号さん自体はね、もうすでにお仕事を得られているっていうことなので、この動画自体がご本人の役に立つかどうかはわからないですが、この動画を見てくれた人にとってはね、こういう部分を見てお仕事をお願いしたいって思うんだってね、参考になる場所もあると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思い、紹介させていただきました。クリエイターは普通引きこもり。で、ここからがね、むしろご本人が答えてほしい部分というか、気にされている部分かと思うんですが、何でしたっけ？ 6 号さんが昼夜逆転のダメ人間で、食事もほとんど Uber Eats で取っている。外に出ない。業務委託だから、いつクビにされるかわからないので、気が気じゃなくて不安でいっぱい。でしたっけ？ですね、悩んでいる仲悪いんですが、はっきり言っていいですか？それがクリエイターです。今更何を言ってるんですか？それね、僕も含めて、僕の周りのクリエイター、全員の日々の姿をただ言い表しただけですよ。はい。みんなそうです。いや、僕はね、妻と子供がいるので、昼夜逆転こそしていませんが、でもね、大体みんなそうですよ。いや、だってね、引きこもりに関しては、引きこもらずにクリエイターやっている人がいると思いますか？少なくともね、第一線でやられている方で、引きこもりじゃない人、僕は見たことないですね。そしてですね、仕事がいつなくなってもおかしくないっていうのもですね、これもね、クリエイター全員が抱えている悩みなんですよ。いや、もしかしたら6号さんから見ると、プロで今現役でバリバリやられている方は、もう仕事を失う心配なんてあるわけないと思うじゃないですか。ですね、逆ですね。むしろ現役でバリバリやられている方の方が、6号さんの10倍、いや20倍、30倍ぐらい不安を抱えていると思います。はい。これなぜかというと、人ってですね、何かを得られないかもしれない不安よりも、一度手に入れたものを失ってしまうかもしれない不安の方が強いからです。いや、僕もですね、20代前半の頃、もう全然今よりもお金は稼げていなかったんですが、でもね、今考えると、ある意味気楽だったんですよね。でもね、30代半ばぐらいになって、ある程度安定した稼ぎができ
て、で、目立つ案件をいくつかお願いされるようになって初めてですね、それまでは感じたことのないとてつもない不安を感じるようになってきました。もうひどい時はね、それが毎晩夢に出てくるぐらいですよ。はい。それにですね、そもそもの話として、クリエイターなんて安定してると思います？常識の話として。はい。クリエイターをやっていくなら、そういった不安は切っても切り離せない問題だと思います。もううまく付き合っていくしかありません。クリエイターになろうとしてんのに安定が欲しいなんて、冷静に考えてなんか間違ってるような感じがしませんか？クリエイターを目指した時点でね、ずーっと仕事を失うかもしれない不安とは隣り合わせです。そこからはね、誰も逃れられないと思います。もうね、そこは諦めてください。っていうかね、そもそもクリエイターだけじゃなくてその他の人間もですね、たとえ会社員だったとしても、今の時代、明日にでもその会社が潰れてしまうかもしれない不安定なご時世じゃないですか。そういった意味では誰でも同じだと僕は思います。むしろね、自分は安心だなんて勘違いを持てない分、実はね、急に仕事を失ってもすぐに次に行ける強みをクリエイターは持っていると思いますので、そういった覚悟をね、あらかじめ持ってやっていくのが僕はいいと思います。安定なんてね、単なる幻想です。はい。でもね、そんな中で最後にもう一度言いますが、6号さんはとても個性的で優秀なイラストレーター、デザイナーだと思います。今はね、もしかしたら不安でいっぱいかもしれませんが、ぜひ自信を持ってこれからも頑張っていってください。応援しています。といったところでいかがだったでしょうか？今回質問にお答えした6号さんは、もうすでに仕事を得られたプロの方でしたが、いや、俺はまだそこまで行ってないんだよ。なんとかして最速でプロになりたいんだけど、どうやったらいいのかそこからまず教えてくれよ。といった方もいるかもしれません。そんな方にはこちらの動画、無茶ぶり2年でプロ絵師になる方法を解説してみたもおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。